こんにちは、のすけです。お久しぶりの投稿です。沸騰冷却 PC の開発を始めて早1年。幾多の困難を乗り越え、どうにか実用に耐えられる姿になりました。ということで、今回から量産型。前回の動画で紹介した 3D のモデリングが終わったので、その紹介をしていきます。はい、早速これが完成形です。骨組みはオールアルミフレーム。パネルはスモークブラウンのアクリル製となっています。手前のパネルを外すとこんな感じ。ちょっと部品がわかりにくいので色つけときます。はい、これは誰がどう見てもマザーボードですね。CPU はリゼン7000番台、マザーボードは GB の ITX で一番安い A620i をチョイスしてみました。どちらもそこそこのモデリングがしてあります。特にマザーボードの取り付け用ネジ穴と、バックパネルに群がる部品群にはこだわりがあります。マザーボードはアクリルのプレートに取り付け、後で紹介しますがマザーボードを取り付けたまま、ケースから取り外せる構造になっています。右側には 2.5 インチ HDD を搭載するスペースが2箇所、プレートに切り穴があるので簡単に取り付けできます。で、間のこのスペースに穴ぼこが開いていて、配線とかを通せるようになっています。下段は電源と沸騰冷却用ポンプのスペースになっていて、ここでは SFX 規格の電源を搭載しています。ケースとしては ATX 規格の電源も搭載可能なんですが、ポンプを搭載するためにやむを得ずになります。上段は 240mm ラジエーターのスペース。厚さは 60mm まで対応可能となっています。で、フロントにも同じラジエーターのスペースが、つまり冷却性能はほぼ2倍なのである。と、ここまでが増物の紹介でした。で、ここからがケースのお話。今回はアルミフレームを手掛けているメーカーから、SUS 株式会社を選びました。ホームページが見やすかったのと、ダウンロードできる 3D モデルが豊富だったこと、ウェブで見積もりから発注まで対応しています。で、基本となるフレームの 3D モデルがこちら。20mm×20mm の角型で、幅 6mm の溝付き、10cm あたり51円、0.1mm 単位で切断してくれます。溝の箇所は4面から、1面まで選択可能ですが、4面溝付きが一番安いです。なので基本は4面溝付きを使っていくのですが、のすけ氏はおしゃれさんなので、外見となるところはちょっとお高いフレーム。すみません R のフレームは意外と安かったです。で、これらのフレームを接続するのがブラケット。こんな感じで溝にはまるので、外からは見えなくなる優れものなんですが、これが意外と高かった。1桁間違えてるんじゃないですかって、伝突する寸前でした。というのも、他の丸見えで不格好になるブラケットは、嘘ってぐらい安いんですよね。全部で50個ぐらい使うので、かっこいいやつだと2万円ぐらいになっちゃう。なのでパネルをはめ込むところの接合とか、どうしても必要なところだけかっこいいやつを使います。で、最後にパネルのご紹介。パネルはブラウンスモークのアクリルにしてみました。板厚は 5mm で、10センチ四方だと580円になります。つまり一番大きいこのパネル、50センチ四方から切り出すので約2000円になります。で、これが2枚あるので、締めて4000円コスパは旅に出たようです。いやマジで、Amazon で売ってる激安ケース。なんでこんなに安いんですか？ちなみにパネルも加工に対応してくれているので、割と好きな形に設計ができます。ということで、ここからは設計の詳細です。持ち運びに便利な取っ手付き。上面はファンの位置に穴をたくさん開けときました。押され感が必要なところは R のフレームを使用。この辺りは妥協したかっこ悪いブラケットですね。断面はこんな感じ。こういうパネルを一緒に固定したいところで、例のあれを使用しています。さすがにラジエーターの中身まではモデルを作りませんでした。ラジエーターとファンはこんな感じで取り付けです。で、マザーボードのプレートは、こんな感じでフレームの溝にはまっていて、マザーボードごと取り外せるようになっています。これはドロンジョ様もドッキリのメカニズム。
下段には SFX の電源があって、パネルとフレームの隙間に配線を通して裏配線ができるようになっています。まあ隙間は 7.5mm しかないので、裏配線19が必要ではありますが、で一番下のフレームはツインレール仕様になっています。まあ、ちょっとお高いです。何のためかというと、側面パネルはスライドドアになっています。これでメンテナンス性も抜群だぞ。で、ここまで説明すれば何をモチーフに、この PC ケースをデザインしたか、もうお分かりですよね。ズバリ、大阪メトロの400系です。早速これらの部品を見積もり用のフォーマットに入力。部品点数は計110点。これは香ばしい匂い。加工が必要な部品は、図面を添付する必要があるぞ。あ、そういえばケースの外径寸法を話すの忘れてま。幅が19センチ、奥行きが45センチ、高さ50センチ、ですね。できるだけコンパクトに設計したつもりでしたが、ITX の割には大きなケースとなってしまいました。いつもは小さいが正義、なんだけど、これは致し方なし。でこれらを SUS のオンラインストアにアップロード。見積もり依頼は完了だ。見積もりの回答が来るまで時間があったので、忘れていたスイッチ周りを作っていました。日常に刺激を与える各ボタン風スイッチ。誤操作防止のパネル付き。スイッチオンの度に人類滅亡を予感できます。ボタンに合わせてデザインも。危険な香りがプンプンしますね。これは出入国管理局に止められる代物。でも色を変えれば、ハーロック風味になるので許してくれる可能性。あ、外国に行くときはこっちの方が。This is Canada's PC。で PC パスできそうですね。おっと、見積もりが来たようだ。ふむ。なるほど。ちょっと待って、これは何かの間違い？きっと1桁間違えちゃったテヘペロだよね。であればどこかにおかしい金額があるはず。この2万1000円は、アクリルパネルの品番 311？ なんでこんなものが2万円もするんです？表面はファンの位置に穴をたくさん開けときました。失敗しました。追加工費のことをすっかり失念していました。切り穴1個80円。それが 442×2 で884個。締めて7万円ドス。仕方がないので、天板はシンプルなものに再設計。でも、これがなかったとして7万円の超高級ケース。なんよね。そんなお金は財布に存在しないのすけし。でも乗りかかった泥船なので今更やめるなんて、もうマリアナ海溝まで沈んでいくしかないのか。お金がないなら作ればいいじゃないか。ということで今回作ったモデルをブースで販売してみることにしてみました。どちらもすべて100円になっております。やけくそで見積もり取った書類も販売。こちらは500円となっております。と言っても、買ってくれるのは例に等しい数だと思うので、SUS さん、案件で半額にしてくれませんか？